これアート。服屋さん？これ服屋さんなの？めっちゃアートですね。おしゃれ。なんか芸術は爆発だ的な感じやね。そんな感じ。2階が洋服屋さんらしいので行ってみましょう。これオリジナルブランドですか？うん。あ、全部古着。そうなんですよ。ここのお店の人がちょっとね、トータルコーディネートしてくれるらしいんで、ちょっとトータルコーディネートお任せでちょっとやってもらって、このもうただのこの夏のジモッティみたいな格好からちょっとどう変わるか、はい、ちょっとお願いしてみよう。はい、お願いします。お願いします。それはなんかワンピース的な感じ。そうですそうです。あ、じゃあそう言ってみます。これはいいんですよ。これはありがとうございます。はい。あ、こういうあれなんかガラス張りなんや。これ見えるじゃん。はい、試着したみたいなんで、はい、こんな感じ。じゃーん。こんな感じや。どうですか？あれやな、誰かの参観日に列席するみたいな。ほんまや。上がめっちゃ個性的な宇宙人みたいなコーディネートやで。ラッパー風にしてもらう。ラッパー風、なんか、まあ、ここのお店のコンセプトに合ったテイストにしてもらおうか。そうですね。じゃあちょっとコーディネートお願いします。お願いします。じゃあ、いい。今ね、お店の方にコーディネートしてもらったので、お店のインスタに載るような写真をお店の人が撮ってます。あ、でもここいっぱいやな。いっぱいですね。ちょっともうちょっと人気なん空いてるやとこ行こうな、やっぱり。駐車場がめっちゃあるやん、ここ。ありますね。そう。で、この向こうにアーケードのさ、通りがあるの分かる？あれ、これアーケードなんですけど、そう。あそこさっき歩いたところ。そう。で、あそこ歩いてきたんやけど、その手前のこの駐車場、今、砂利の駐車場なんですけど、ここもさ、全部さ、なんか建物が建ってたの、ビルが。で、それがもう全部解体されて、撤去されて、で、今は多分ね、駐車場やけど、そのうち何かしら建つんじゃないかな。うん。で、ここも今、もうシャッター街になってどうにもこうにもなりませんっていうところから今生まれ変わろうとしおるこの段階っていう感じやと思う。河原町駅近いけん。あ、そうですね。この向こうのあそこが河原町駅です。これ河原町駅、河原町フラッグっていう駅ビルがあります。それよりちょっとお腹減ってない？めちゃくちゃ空いた。お腹空きすぎて。どこに行きますか？あ、行きましょう。どこに行きますか？あそこ、カレー屋さん行きましょう。うん。お腹空いた。ラッシーって何そもそも。よく分かってないです。カレー屋さん来たらいつもラッシーがある。どんな味する？ヨーグルト。こんなん食べれる。はい。ありがとうございます。でか。
びっくりした。ちょっとこれ喋っとこう。いただきます。こっちから？こっちから。熱っ。熱い。めっちゃ熱い。触れん。ちょっと待って。こっちから行ってみる。熱い。どう、熱さどう？もういける。もういけそう。あ、いけるいける。尻尾からいきます。どっちがどっちなんやろ。こっちつけてみようか。おいしい。あ、卵出てきた。ごちそうさまでした。さっきのさ、カレー宿だった？あれ、うん美味しかったよ。美味しかった美味しかったです。結構本格的だったよね。めっちゃ量が多かったけど。多かったね。女の子には結構多い。超レトロ。喫煙かな。喫煙店だったのでお店を変えましょう。はい。どこ行ってもついてないな今日。ついてないな。どうするよ。コーヒちょっとミケーラっていうレストランでコーヒー飲もうと思ったんですけど、なんか貸し切りでしたね。ー貸し切りでした。じゃあちょっと駅の方行きますか。はい。駅の方に行ってちょっとコーヒー飲めるところを探しにさまよう。はい。行きましょ満開どう。だいぶ終わってる。う？どなんかみんな下向いてる。う？まあでもまだいける。まだギリ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 いけてますか？じゃあちょっとピークを過ぎたバラをちょっと堪能したんで、駅前のコーヒーショップ行こはい、行きましょう。よし、やっとカフェにたどり着いた。う。やっと来ました。もうアイスコーヒー。アイスコーヒー飲みましょう。もう絶対アイスやな。ホットじゃないよな。うんめっちゃ熱いよ。あ、暑い。あ、生き返るわ。うまっ。あそこに今奥におるさ、止まってる船はどこ行きかわかる？小豆島。小豆島、正解。オリーブだから。小豆島行ったことあるっけ？一回だけあります。高松にさ、来るとしたらさ、県外の人って何で来るんがいいと思高松に来るとしたら、う？もしここ車じゃなくってさ、公共交通機関でさ、来るとしたら何がいい？東京の人が来るとしたら。東京の人、
飛行機。飛行機でうん羽田高松うんうんうん。羽田高松。で、高松空港からさ、ここのうちらがおるこの高松港、この高松駅の近くってさ、うん結構離れとるやん。どうやって来るん？あ、それ分からんの？じゃあおすすめできんよ。おすすめできんよ。東京の人が来るんなあ。やっぱあれじゃない夜行バス？あ、夜行バスな。遠すぎるか。いや、まあでも一気に飛行機から真逆の方行ったの。飛行機と真逆の方行ったの。駅の近くやからな。なるほどな。あ、でも夜中に東京出て朝方に着くけん、まあ一泊バスの中でするって感じよね。まあだけどホテル一泊分浮いて、多分1万円いくかいかんかぐらいで行けると思うよな。ああ、めっちゃコスパいい。だけどホテル代込みって考えたら安いよね。で、最近のバスはさ、昔のバスと違ってさ、多分個室的なカーテンで仕切ってさ、一席ずつバラバラで、でバスにもよるけど、飛行機のファーストクラスみたいな席のやつもあるし、でも一番グレードの低いエコノミータイプでも、多分ねそんな辛くないと思う。快適だと思う。あ、じゃあバス。バス、まあ一個選択肢としてはありやね。何船では来れんのかな、東京からや。船はめっちゃ時間かかるんじゃん。東京からここまで来たら。なんか船どこやったっけ、神戸行くに船で行きよったっていう人おらんかったっけ。神戸はさ瀬戸内海で行けるやん。あ、ほんまや。東京ちょっと一回太平洋ほんまで。下危ないか、カツオにやられるちなみかもしれない。に今も高松から神戸までの船ってあるんや。へー。何時間かかるか知っとる？神戸までで。3時間ぐらい。惜しい。4時間。4時間。結構時間かそう、かる。神戸までで4時間かかるけんさ、もし東京まで行ったらさ、かなりかかるで。陸の方がいいのか。まあそうやな。あと行くとしたらだけど電車で言ったら、まあ普通に岡山まで、東京から岡山まで新幹線で行って、で岡山から高松までマリンライナーっていうパターンと、さっき最初に言った飛行機だったら高松港まで来たら、高松港からリムジンバスっていうのが出とって、高松駅までね、なんぼかな、片道500円 もしかしたらまあもうちょいかかるかもしれんけど、まあ何百円かで高松駅まで来れると。バスがあるんや。そうなんや。いってらっしゃい。旅立ってってこと。バイバイ。誰か気づいてくれるかな。屋上の人気づいとると思う。本当？でも手振ってからやし。もっと大きく手振ったら。あ、ええ感じ。誰か気づいたかな。誰か気づいて。誰も気づいてない。寂しいな。熱海。熱海？なんで熱海行きたいの？熱海行ってみたい。なんで？海やから。海真後ろにあるやん。熱い海。海真後ろにあるやん。あるけど、熱海の海み熱海？たいな。熱海のどこかじゃなくて海に行きたいの？なんで？なんで熱海なんまた？海の代表。あれ沖縄かなじゃあ。いやもう分からんけど、まあ熱海が海の代表って思いよんよ。じゃあ行って何したんよ海で？海で海を眺めたい。眺めるだけ。泳いだりするわけじゃない。なく。なるほどな。どこ行きたいって聞かれたら海のある場所から海に行きたいんやな。ああ、そうですね。山？山も行きたい。山じゃない。東京とか行きたくない？東京めっちゃ行きたいけど人多いけんな。人混み恐怖症？恐怖症というか苦手。確かにディズニーランド行きたい。ディズニーランド。ディズニーランド遊園地に行きたいんや。遊園地。なるほどね。ディズニーランド行ったことある？ないんです。あ、ないんか。なるほど。ないんだったらまあ行ってみたいかもな。そうか、こっちの
西日本エリアはディズニーランドよりもユニバーサル・スタジオの方が、うんうん、まあ頻度としてはよく行くよね。うん